霊界通信小桜姫物語浅野和三郎著43天狗の力技。こんな風に物語ると全てがいかにも人間界の出来事のように見えておかしなものでございますが、もちろんこの天狗さんは私たちに見せるためにわざと人間の姿に化けて、そして人間らしい挨拶をしていたのでございます。道場だって同じこと。天狗さんに有形の道場はいらないはずでございますが、種がなくては捕まえどころがなさすぎますから、人間界の剣術の道場のようなものを仮に作り上げて私たちに見せたのでございましょう。すべて天狗に限らず、幽界の住人は化けるのが上手でございますから、あなた方もどうぞそのおつもりで私の物語を聞いていただきとう存じます。さもないと全てが一辺のおとぎ話のように見えて、さっぱり値打ちがないものになりそうでございます。それはそうと、私たちがその時面会した天狗さんの頭というのは、仲間でもなかなか力のある偉者だそうでございまして、おじいさんが何か一つ不思議なことを見せてくれと頼みますと、早速二つ返事で承諾してくれました。我々の芸と申すはまずざっとこんなもので。言うより早く天狗さんは稲妻のように道場から飛び出したと思う間もなく、たちまちスルスルと庭前にそびえている一本の杉の大木に駆け上がりました。それはちょうど人間が平地をかけると同じく、指先一つ触れずに大木の幹をば蹴って空へ向けて駆け上がるのでございますが、その速さ見事さ、とても筆や言葉に尽くせるわけのものではありませぬ。私は覚えず座席から立ち上がって呆れて上を見上げましたが、その時はもう天狗さんの姿がてっぺんの枝の茂みの中に隠れてしまって、どこにいるやらわからなくなっていました。と、やがて梢の方でバリバリという高い音がいたします。木の枝を折っているな。おじいさんがそう言われているうちに、天狗さんは直径一尺もありそうな長い大きな杉の枝を片手にして、二三十丈の虚空からひらりと身を躍らして私の見ているすぐ目の前に降り立ちました。いかがでござる。人間よりも血と腕節が強いでござろうが。いとと得意な面持ちで天狗さんはそう言って、続いて手にせる枝をば、あたかもそれが芋柄でもあるかのように、片っ端から生きむしっては捨て、引きむしっては捨て、すっかり粉々にしてしまいました。が、私としては、天狗さんの力量に驚くよりも、むしろそのあくまで天真爛漫な無邪気さに感服してしまいました。あんなしかつめらしい顔をしているくせに、その心の中は何という可愛いものであろう。これなら神様のお使いとしてお役に立つはずじゃ。私は心の内でそんなことを考えました。私が天狗さんを好きになったのは全くこの時からでございます。もっとも天狗と申しましても、それにはやはりたくさんの階段があり、立ちの良くない修行未熟の野天狗などになると、神様の御用どころか、つまらぬ人間をおもちゃにして、どんなにいたずらをするか知れませぬ。そんなのは私としてももちろん大嫌いで、皆様もなるべく、そんな悪性の天狗には、かかり合われぬことを心からお願いいたします。が、困ったことに、私どもがこちらから人間の世界を覗きますと、つまらぬ野天狗の虜になっている方々が随分たくさんおられますようで、大きなお世話かは存じませぬが、私は陰ながら皆様のために心を痛めておるのでございます。くれぐれも天狗とお付き合いになるなら、できるだけ強い正しい立派な天狗をお選びなさいませ。真心から神様にお願いすれば、きっと優れたのをお世話してくださるものと存じます。